皆様大変長らくお待たせいたしました。ただいまからスペシャルトーク「今演劇にできることアジアの演出家たちの視点」というタイトルで1時間ほど、約1時間弱ですけれども、皆様にお集まりいただいてお話を伺わせていただきます。それではご登壇されていらっしゃる皆様をご紹介させていただきます。まずアインシュタインの夢演出家のモン・ジンフイさんです。そのお隣が今回は XXL レオタードとアナスイの手鏡という作品を上演されます演出家のチョン・インチョルさんです。そしてスパック芸術総監督で今回は天守物語を上演されます演出家の宮城聡さんです。司会は私アナウンサーの中井美穂です。どうぞよろしくお願いいたします。まずですね、皆様の自己紹介という形でご本人から、いつから演劇を始めて今どのぐらいのキャリアでいらっしゃるのか、あとどのような作品を過去に作っていらしたのか、そのあたりを自己紹介という形でお話しいただければと思います。ではまずモンさんからお願いしたいと思います。我是孟京辉，特别的高兴，在这次在晋江，受到邀请，演出《爱因斯坦的梦》。我是在上大学的时候读的，上个世纪80年代上大学读的是中国语言文学，后来上了中央戏剧学院的导演系，然后从事戏剧工作到现在。我现在在北京的中国国家话剧院工作，同时在北京有自己的工作室。アビニオン国際演劇祭にも2年連続でご登場されていらっしゃいます。2019年と2022年、登場されていらっしゃいます。ありがとうございます。モン・ジンフイさんです。では続いてお隣のチョン・インチョルさん、自己紹介お願いいたします。안녕하세요. 저는 서울에서 온 전인철이라고 합니다. 연극제에 초대해 주셔서 정말 감사합니다. 이 시주옥가 예술극장에 대한 얘기를 서울에서 많이 들었는데 와서 보니까 아주 아름답고 훌륭한 극장이라는 생각이 듭니다. 미야기 사토 씨, 멍지훈 두 연출 선생님과 이렇게 대화를 하게 돼서 제가 많이 출세한 것 같은 그런 생각이 듭니다. 저는 한국의 그 동쪽 끝의 작은 도시에서 태어나서 한 30살 가까이 될 때까지 연극을 본 적이 없습니다. 군인으로 복무할 때 TV에서 연극을 녹화해서 틀어주는 거를 봤었고 나도 한번 연극을 해보고 싶다는 생각이 들어서 서울에 가서 연극을 배웠습니다. 지금은 돌파구라는 극단을 만들어서 연극을 하고 있고 우주극장이라는 그 과학과 SF 관련된 작업의 시리즈를 지금 하고 있습니다. ありがとうございます。宮城さん、今お二人のバックボーンも伺わせていただきました。どのような印象をお二人でお持ちですか？チョンさんのその30近くなるまで演劇をね生で見たことがなかったっていうのは非常に驚きました。시골에서 자라가지고田舎で育ったものでした。こうして富士の国世界演劇祭が昨日無事に開幕をいたしました。宮城さんはその演劇祭が無事にこうして開幕して、このようにお客様がコロナ禍よりも前と同じような状況に皆さん来ていただけていること、どのようにお感じですか？僕コロナで加速してしまったのかもしれませんけど、それ以前から世界の人々がですね、日本に限らず世界の人々が何か
世界、自分自身の世界をこう小さくして安心しようとしているような、そういう傾向を感じていて、とても不安だったんですね。でこういう感覚は、世界が何て言っていいんでしょう、混乱して捉えきれない、自分にとって把握できない、だから世界と直に向き合うのが怖い、わからなすぎてどうなるのかで、それで自分の関係する世界をどんどん小さくして閉じこもって、でよくわかる人としか付き合う、ネットもそうですよね。同じ意見持ってる人間としかつながらない、そういう世界がどんどんみんな縮こまってるっていうのかなっていう感じがしていたところにコロナが来て、それが一層加速してしまって、本当に日本は特にそうだったかもしれませんけど、何か昔のですね、島国の中だけでね完結しようみたいな感覚が浮き出してきたように思ったんですね。でそういう時に、この演劇祭がね、久しぶりに世界とダイレクトに向き合う、もう世界って本当に多様で、確かに向き合うには恐ろしいぐらい複雑なんですけれども、でもそれと向き合うと、喜びがある、そのことを皆さんとシェアできるのがね、とても嬉しいと感じています。今回の演劇祭というのは東アジア文化都市という構想に静岡県が選ばれたということで、中国そして韓国からの招聘作品がラインナップされているというのが今回の演劇祭の中でも特色なのかなと思うんですけれども、この広報アドバイザーアンバサダーということで、スパックが東アジア文化都市の広報アンバサダーになった、4月の26日に韓国の東アジア文化都市でチョンジュというところで羽衣という作品を上演されてお帰りになってきたばっかりなんですよね。この韓国の雰囲気というのはどうでしたか？僕は、日本より、中国韓国の方が国と国との関係が軋轢がギクシャクしている時に文化が大事だということは、日本以上に中国韓国では、人々がそれを知っているのかなと、そんなことを思いました。モンさんは今この宮城さんのご意見をお聞きになってどう思われますか？对，现在对我们来讲有3年的，就是这个疫情，现在就是整个中国的这种文化界戏剧界还是特别希望能跟国外进行这交流，特别的有现在的愿望。我们也特别的幸运，这个爱因斯坦的梦是中国疫情结束以后第一个到国外的一个剧团。昨日開幕しまして、宮城さんは、昨日はモンさんの「アインシュタインの夢」そして「ハムレットどうしても」というこの2作品をご覧になったところです。今日お越しいただいている方の中でもうすでに「アインシュタインの夢」ご覧になった方いらっしゃいますか？これから今日最初に今日見ます、はい、これからご覧になる方が多いんですけど、チョンさんは昨日ご覧にアインシュタインの夢をモンさんもご覧になりましたよね。どのような感想をお持ちになったか聞いていいですか？멍징의 연출님 작품을 두 번째 보는 거고요. 저는 중국 연극을 멍징의 선생님 작품밖에 못 봤습니다. 지금까지. 현대적인 스타일과 그리고
배우들의 신체 조건과 여러 가지가 너무 놀라웠습니다. 宮城さんはどんな感想をお持ちですか？はい、僕ねもう舞台全体が、詩であると、いう一言で言えばそういうことなんですけど、この詩であるってことについて、それがどういうことかとちょっと説明すると、例えば古代のギリシャ悲劇っていうのは2500年前に書かれたギリシャ悲劇っていうのは全部詩なんですよね、テキスト自体が詩です。で、それより前にそのホメロスの叙事詩なんかもそうなんですけど、詩というのはこの世界って大きすぎて普通の人の目の高さではもうごく一部分しかわからないじゃないですか。一生生きてたってね。だから世界ってどういうものなんだ、世界ってどういうものなんだっていうのは誰もわからないまま死んでいくわけですね、普通だと。でそれに対して詩というのは世界ってこういうものだよって、まるで航空写真を撮るみたいに世界ってこういうものだよって人々に教えてくれるものなんですよね。だからもともと世界を最も分かりやすく表現したものが伝えるものが詩だったわけですよね。で、いつの間にか現代では例えば現代詩とか言うとすごく分かりにくいものをイメージするようになってしまいましたけれども、本来的には正反対で人間の目では決して分かり得ないものを分かることができるメディア、それが詩だと思うんですが、モンさんの作品はまさにそういう意味で世界全体を表現しようとしている。世界全体をモンさんが捕まえて、それを舞台という、キャンバスというかそこに詩として表現している、そういうものだと思いました。モンさんは今の感想をどのように受け取られますか？我觉得评价挺高的，对，但是就是我觉得把戏剧形容为一个诗，一首诗，我觉得是非常恰当，而且呢，我在阿维尼翁看了宫城先生的那个《安提戈涅》，它也是一个音乐的诗，一个水的诗，和一个就是这个演员表演的一个空間的詩。ありがとうございます。ジョンさん最初おっしゃってましたけれども、中国の方の演劇作品を見たのはモンさんの作品だけというふうにおっしゃってました。今日お集まりいただいた方の中でもいわゆる中国の演劇というものを郷土的なもの、例えば狂劇のようなもの以外で現代演劇をご覧になったことがあるという方、どのぐらいいらっしゃいますか？中国の現代演劇、お一方、そうですね。でも非常に多分少ないと思うんですよね、まだ。中国におけるその現代演劇の置かれている位置というのはどんなところにあるのか教えていただけますか？その後ジョンさんには韓国での演劇についても伺います。现在中国的当代的戏剧现在正在兴起，就是当代语言、当代的语汇，还有这个当代的思想的这个戏剧，在中国现在开始就是非常受欢迎。25年前的时候，我来过日本，在日本待过半年的时间。25年前，在一个小的剧场演出过，叫当时在东京的叫 Tiny Alice 的一个剧场。我看到当时的观众全都是年轻人，年轻到非常年轻，特别年轻。我注意到昨天的观众好像没那么年轻了，稍微所以我觉得是不是中国现在的观众非常年轻，
像20年前的日本，所以我有一种穿越的一个感觉。所以中国的状况，年轻的观众很多，然后大家非常关心，而且呢，方法也就是各式各样也比较多元。现在目前还好。ありがとうございます。張さん、韓国はいかがですか？どうしても韓国って言うと K-POP とかね、あとミュージカルとか、あとは映画ですよね。その国の政策としても非常に力を入れている印象があります。演劇は韓国においてはどのような位置を、いわゆる演劇ですね、ストレートプレイ。 한국 사람들 넷플릭스하고 K-팝하고 뮤지컬은 한국 사람들이 좋아하다 보니까 그 장르들이 되게 풍성해지고 있는 것 같다. 온 국민들이 다 TV를 보고 있어요, 저녁에. 한국 그 연극에 대해서 얘기를 하면은 이제 한국의 그 고등학생들이 수학여행을 가던 중에 이제 많은 학생들이 죽은 사건이 있었고, 세월호 사건이고요. 그리고 사회 전반적으로 미투 운동이 크게 일어났었습니다. 한국의 연극인들은 그 이후에 미학적인 성취보다 윤리적인 실천을 우선하는 사람들이 많아졌습니다. 연극을 만드는 환경을 좋게 하기 위해서 많은 사람들이 노력을 하고 있습니다. 그리고 주제적으로는 기후위기, 젠더, 동물에 대한 작품이 늘어나고 있습니다. 주제적으로 젠더, 기후위기, 동물에 대한 작품이 늘어나고 있습니다. はい、ありがとうございます。そうですね、張さんが75年のお生まれで、モンさんと宮城さんは、比較的近い、もう少し上の世代の演劇人ということになるかと思いますけれども、そのぐらいのこの宮城さんはこうプログラムを組んだりするときにジェンダーとかその年齢のこととかって何か感じることってありますか？年代が違うので作品はやっぱり違った切り口から出てくるとか、それを選ぶ時の傾向として全方位的にいろんな作品を選ぼうと思って選ばれていらっしゃるとか。やはりそのどこの国のアーティストと出会っても、僕にとって少し上の世代から、少し数年若いくらいまでの、大まかに言えば同世代のアーティストとは、非常にすぐに分かり合える感覚があるんですね。でこれはなかなか不思議なことですけど、それぞれ国のバックグラウンドは違うのに、しかし世代が近いとやはりそうだよねという感じがあります。でこれは日本の中でもやはりある、年齢を隔てた若いアーティストに対してはなんて言うんだろう、この人たちにとってはこれが大問題なんだという、なんて言うんでしょうね、向き合っているものが違うという感じを受けるんですね。で、いわば僕の仕事としては、一体どういうものに向き合っているのか、この世界の何が問題だと思っているかと言ってもいいですけれども、でそういうものをいろいろと集めて提示するのが、プログラムを立てるということだと思うので、それがなるべく、多様になるようにということは考えています。ありがとうございます。そしてですね、今回はこの今演劇にできることという大きなテーマがついています。こういうコロナ禍を経ていろいろな価値観なども変容してきた、あるいは配信で舞台を見る、生ではなくて映像で演劇を楽しむということも一方では進化してきたかと思います。
その時に今こうやって劇場にお客様を集めて生で人と人が演劇という一つの世界を作り上げることに対してどういうふうにお考えになっていらっしゃるのか、今演劇にできることと聞いてモンさんは何をメッセージとして伝えたいですか？我倒是反正各种各样的戏剧形式我都尝试，比如有那个音乐剧、浸没式的戏剧，还有这种带有舞蹈的这种各种各样的都尝试。我倒是对现在这种线上线下这个东西，这样的一个戏剧的方式，我感到不是特别陌生。我们在北京，现在在北京有做了一个就是元宇宙戏剧节，就是这个戏剧节元宇宙的一个戏剧节是4月份到5月份之间，在主要的发生地在北京的线上线下同时进行。对，我做艺术总监的这么一个戏剧节目，我们找到了80个非常年轻的导演，然后跟我们一起在做，或者线上线下来想做一个，这里边有跟现代科技公司合作做这样的，每个人做的就不一样，跟传统的完全不一样的这么样的作品。希望有30位导演，年轻的导演，接受了我们的邀请，然后把他们的作品跟我们集合在一起，来向公众展示这么一个戏剧节。80个人。有30多个人，对，同意了，然后出现了线上线下大约有60多部作品。我自己也参与了这个活动。我的那个作品是《浮士德》，也是一个开幕的戏。我的前15分钟是邀请观众戴 VR 眼镜。就 VR 眼镜看到一些全新的一些立体的跟故事情节有关的东西，完了最后之后一直到结束的时间里边，那个屏幕就升起来，然后我们就看正常的演出，所以是一个线下还有一些虚拟现实这都结合这么一个戏，效果还好吧，还可以，整个感觉还可以，没有达到我的要求，但是我觉得它是一条路，我们可以走，最后走到哪儿我也不知道，但是我们努力去做，这就是我的一个小想法。ありがとうございます。チョンさんはどうでしょう。演劇にできること、演劇の魅力、演劇にしかないことって何でしょう。 4월 초에 그 서울 명동예술극장에서 한국, 중국, 영국 교류 축제가 있었어요. 4월 초. 저도 그 행사와 심포지움에 참여를 했는데요. 그때 멍지후이 선생님에 대한 얘기를 많이 들었습니다. 조금 전에 말씀하신 연극 축제에 대해서 중국에서 오신 분이 설명을 해줬습니다. 오늘의 이 대담 자리를 알고 있었던 한국의 많은 연극인들이 다음부터는 꼭 한국 작품도 초청을 해달라는 말씀을 꼭 드리라고 저를 압박했습니다. 큰 임무를 가지고 왔습니다. 저는 어제 그 공연 아인슈타인의 꿈을 보면서 극장 전체가 우주 공간 같다는 생각을 했습니다. 경험해보지 못했지만 우리가 매혹되는 묘한 세계가 있었습니다. 그래서 극장이 대단히 소중하다는 생각을 했고 어제 이 극장이 너무 좋았습니다. 이 작품과 극장이 너무 잘 맞았다고 생각합니다. 연극과 극장은 그런 매력이 있는 것이라고 생각이
얘기입니다. 한국의 상황을 잠깐만 말씀드리면 한국의 고등학생들이 가장 원하는 직업은 유튜버입니다. 한국인들은 새로 뉴미디어에 대한 관심이 엄청납니다. 하지만 그 한국의 젊은 연극인들은 우리를 위한 미래의 가치, 즉 뭐 동물, 젠더, 모두가 평등함을 막 외치면서 작업을 계속해 나가고 있어서 다른 예술 장르가 하지 못하는 우리 한국 연극 안에서의 역할이 있다라고 생각을 합니다. 張さんが演劇を見て衝撃を受けたのって何ですか？何がそんなに夢中に自分が演劇の道を志すきっかけになった？何が一番心をつかまれたところでした？ 그 연극에서 다루는 주제가 우리가 TV에서 우리가 일상적으로 하는 얘기랑은 너무 다르게 너무 소중한 말들, 그 말들을 하는 그 사람들이 너무 멋있어 보였습니다. 그래서 나도 도전해보고 싶었습니다. ありがとうございます。やっぱりその肉体を持った役者が空間に現れて、そのエネルギーにこちらの観客が非常にこう心もなんならこう体も持っていかれる感覚っていうのは演劇ならではだと思うんです。宮城さんはその役者の肉体みたいなことに関してどのように演劇の大きな魅力だと思うんですけど。まずその、今ねこう人々が生の肉体と直接こう面と向かうっていう機会が随分減ったと思うんですね。例えば僕の世代だと小学校の頃とかはもうずっと先生を見てるしかなかったんですよね。授業もツールが単純でしたからね、もうともかくずっと先生を見てたわけです。ところが今の授業はねもっといろいろなツールがあるから今の学校では先生の肉体をこうずっと見てるって時間は随分減ったんじゃないかなと思ったりして、あるいはその買い物行く時も僕の子供の頃はもう本当にこのおじさん苦手だなとか思いながらもね直接こうお金を渡したりするしかなかったんですけどね、今はねあんまりその苦手な肉体とは向き合わずに買い物とかもできます。遊ぶこともそうですよね。肉体と向き合わなくても遊べるようになりましたから、そもそもね他者の肉体と向き合うっていうのは面倒くさいことですよね。人にとってはね面倒くさいことです。だから避けられるなら避けたいなというふうに普通考える。そうすると、どんどん肉体と出会う時間が減っていきますよね。でもね結局それが行き着いて、人の考えが、データになったもの、テキストとかあるいは画像、その人の考えがデータになったものだけが流通するようになると自分と相手の違いの方が目立つわけですよね。だから違うっていうことがいきなり出てきてもう受け入れられないっていう感じがしてしまう。でもね人ってその考えてること、なんてその人全体のごく一部じゃないですか、その人の意見なんてその人全体から見ればほんのわずかな部分で、全体としてはもう何て言うんだろう無限の情報を出してるわけですよね。その相手そのものと向き合えばね、面倒くさいことだけど相手そのものと向き合えばそのデータだけ見るときのテキストだけで例えばツイッターだけで見るときのその拒絶感というのはもう全体の中のごく一部分になってしまうので、なんかこの人思想はちょっと受け入れられないけどでもちょっと面白いところもあるんだとかなんかこう感じるじゃないですか。だからデータはね差異異なることを際立たせるけれども、肉体が現れると、許容しようという、人間って社会的な動物だから本当は人と一緒じゃないと生きていけないですよね。生存できないですよね。だから人と一緒にいることができるって感じることは、本当はものすごく嬉しいことなはずなんですよね。自分の生存を保証してくれるわけだから。
なかなかその実感を得られる機会が減ってるけれども、演劇はそういう数少ないチャンスなんじゃないかなって思っています。すごく面白いというか心つかまれる宮城さんのお話。今宮城さんのご意見聞いてモンさんはどういうふうに感じられましたか？对，我觉得就是身体是剧场里面很重要的一个因素。就是身体是空的舞台，只要有一个身体在舞台上，这就能和舞台共同产生非常大的、意想不到的能量。再奇怪的、再丑的身体都是美的。ジョンさんはどうですか？ 뭐 어제 공연에서도 저는 그렇게 봤었는데 거대한 우주 공간 안에 인간이라는 존재를 느낄 수 있었습니다. 극장은 그런 역할을 하는 공간입니다. そしてそのチョンさんの今回この演劇祭で上演される作品が XXL レオタードとアナスイの手鏡という非常に魅力的なタイトルがついています。アナスイの手鏡って言った時にやっぱりある種こうイメージが湧くわけですよね。やっぱ女性男性にかかわらずそういうお化粧などに興味がある人にとってアナスイっていうのはある種のアイコンなわけですけれども、これどういう作品なのか、5月の3日と4日に、上演がこちらの劇場でありますけれども、ちょっとどういう作品なのか、どういうところを見てほしいと思ってらっしゃるのかということを伺いたいと思います。이 작품은 한국에서 2015년에 처음 공연되었습니다. 대학 진학과 관련된 어떤 미래에 대한 불안함에 대한 이야기로 읽혔습니다. 2020년에 이제 팬데믹이 시작이 됐고 공연장이 문을 닫았고 저희는 할 일이 없었습니다. 그래서 우리는 이 연극을 다시 만들기 시작을 했습니다. 저는 그 등장인물 중에 몇몇의 배우가 출연 시간이 그렇게 짧다는 것을 느끼지 못했습니다. 그래서 배우들이 공연 시간 내내 무대 위에 모두 올라와 있는 선택을 했습니다. 그것의 의미는 팬데믹 시기에 우리가 그 많은 병들이 옮겨가는 걸 보면서 우리의 삶이 생각보다 상당히 가깝게 있고 우리가 많이 연결되어 있다라는 생각이 들었습니다. 그래서 그 공연을 팬데믹 시기에 사람들의 관계처럼 모두가 연결되어 있다라는 의미로 새로 만들게 되었습니다. 한국 사회는 그동안 그 분단과 노동이 한국 사회의 주요한 이슈였습니다. 하지만 지금은 대단히 다양한 주제들에 대해서 사람들이 관심을 갖게 되었고 한국 사회가 많이 변화하고 있습니다. 예전에 진학에 대한 이야기였는데 이제는 이 작품이 성적 취향에 대한 이야기로 읽힙니다. 성적 취향에 대한 작품으로 읽힙니다. 전에는 이제 미래 학생들의 진학과 관련된 문제였는데 같은 작품이지만 사회가 변화했기 때문에 작품의 의미도 변화했다고 생각합니다. 確かにそうですね。その演劇を見る時の自分の置かれている状況ですとか社会的な問題がやっぱり見る側の目線として関わってくるので、同じ作品でも違った目線を見ることができる。それを演出家がまた意図的に変えることもできる。やっぱり宮城さんは古典をたくさん手掛けていらっしゃいますけれども、古典というのは掘れば掘るほど本当に現代に通ずるものがありますよね。僕さっきプログラムを組む時にはなるべく多様な世代だったり、価値観のものが集まるようにと話しましたけど、それは僕自身がですね今の日本の中で、やっぱりさっきジョンさんの話も出てきたその分断、さまざまな分断が拡大している、溝が広がっていると感じていたからこそ、フェスティバルのようなものあるいは劇場のようなものをプログラムを考える時にはプロデュースをする時にはその間をつないでいく、縫合していく、縫っていく、そういうことが大事なんだろうと考えたんですね。例えば
例えば今、分かりやすい例で言うと文系の人と理系の人みたいな言い方がよくありますよね。でなんかこう人間を2種類に分けるみたいな。でまあなんかそうだよなと思うところもあるけれども、でもほったらかしておくとこの2つはどんどん離れて溝が広がってしまう。でまあこれは反省といえば反省ですが、演劇あるいは芸術ももしかするとその分断を広げる方にね加担してしまったのかもしれない。例えばですよ、例えば理系の人たちはその人たちは僕らの演劇のお客さんとして最初から想定していないとかですね、そんなようなことがその作る側にもあったのかもしれないなんて反省をするんですね。だからそういう、溝がこう縫合できるようなことを劇場としてあるいはフェスティバルとして考えていかなくちゃいけないと思うわけなんだけれども、その分断について例えばその世代間の分断とか、あるいは男性と女性とか、富めるものと貧しいものとか、こういう分断は古典の中ですでに大テーマとして登場しているんですね。で考えてみると今僕らが分断がとこう騒いでいるようなことは実は人間の歴史ずっと抱え込んできた問題で、本当に古代のギリシャ悲劇の中でも親と息子の世代で価値観が違うことで分かり合えないとかですね、ものすごく大きな、問題になってるんですね。で逆に、そのことを僕らが最近また実感しているというような、改めて人間が抱えている問題というのは変わっていないんだなということを、古典に取り組むと思い起こさせられるんですね。で、僕の、世代的なあるいはそのバックグラウンド的な制約の中でしか作品を作れないけど、僕自身はねそういう制約の中でしか作品を作れないけれども、劇場としてあるいはフェスティバルとしてはさまざまなアーティストに集まってもらって、全体としてその分断が縫合されていくといいなと思っています。ありがとうございます。さあ、あっという間にですね1時間がもうすぐ経ってしまうということなので、最後に一言ずつお集まりいただいた皆様に演出家の皆様からメッセージをいただきたいと思います。この後アインシュタインの夢をご覧になるお客様が大変多くいらっしゃいますので、そのあたりの見どころも含めて最後のご挨拶をお一人ずついただきます。まずモンさんからお願いします。可能有我刚才所有听到的，就是龚生先生说的有一句话，我很感切，非常深刻，就是说人看到的东西是有限的，所以我觉得想象是更重要、更丰富，而且呢，对于个人来讲最有意义的、最有价值。艺术就是关于想象，关于生命的想象，所以在剧场里做梦特别重要。ありがとうございます。素敵な言葉をいただきました。では張さんもご自身の演劇の見どころも含めて最後のご挨拶をいただきます。일본에 공연을 하러 간다고 했을 때 많은 사람들이 놀랐습니다. 한국과 일본의 연극은 팬데믹 이후에 완전히 끊어졌기 때문입니다. 한국, 중국, 일본 세 나라는 상당히 가까이 있지만 예측할 수 없는 많은 일로 상당히 먼 거리에 서기도 합니다. 이 축제가 상당히 소중하다는 생각이 들고 계속 이어질 수 있게 관객분들의 관심과 사랑을 바랍니다. 作品についてはここを見てほしいみたいなお気持ちはありますか？제가 만든 작품 중에 제가 좋아하는 작품입니다. 대단하진 않지만 한국 사람들이 즐겼던 작품을 여러분에게 선보이고 싶었습니다. 네, 감사합니다. ありがとうございます。ありがとうございます。張さんの
XXL レオタードとアナスイの手鏡は5月3日14時から、そして5月4日は13時からこちらの劇場で上演がございます。ぜひ見ていただきたいなと思います。そして最後は宮城さんですけれども、天守物語は3、4、5、6と4日間駿府城の方の特設ステージで上演もございます。今回その天守物語を上演するにあたってのお気持ちと、それから今日のそのトークショー、お二人のお話を伺っての最後のご挨拶をいただきます。天守物語を作り始めた頃、作り始めたというか、構想し始めた頃はまだですね、何かこう日本文化のオリジナリティというのはどこにあるんだろう。例えばヨーロッパやアメリカから日本的だとされていることの多くは日本以外のアジアの国にもあるんですね。だから僕らは本当に日本的なものっていうのを知らないなという、だからそれを探求しようというところから、スタートしたんですけれども、やってるうちにですね、日本の、こんな小さなフラスコの中の日本というですね純粋培養された文化なんてものはですね本当は存在しないんだっていうことに気づくようになったんです。どんなに古いものをたどっていってもですね必ず何か外から入ってきたものとの、化合物あるいはその化学反応そのものなんですね。で、そうか、文化芸術っていうのは結局異なるもの同士の、化学反応スパークあるいは混交によって前進してきたんだなということを、天守物語作ってる過程でつくづく感じるようになりました。ですから今僕らが見ていただく天守物語には、アジアのさまざまなですねその芸能の要素がもうすでに溶け込んでいると思います。そして僕思うんですけれども、そうやって作品そのものが化合物になっていくだけじゃなくて、人間もですね異なる文化と出会うことによって少しずつ変わっていく。それもお互いがで、この人っていうのは変わりうる存在なんだ、人間は変わりうるものなんだって感じられることが、今人間にとって最大の希望なんじゃないかな。人間はもう変わらないよと考えてしまうと、外から入ってくるものはもうインベーダー、どうやってそれを防ぐかということになってしまうんだけれども、自分が変わりうる存在だってそういう前提に立てば、外部と出会うことっていうのはもうとてもワクワクすることになるんじゃないかなと思っています。ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっと1時間ちょっと過ぎてしまいましたけれども、通訳お二方、飯塚さんと藤本さんに通訳をお願いして、そして演出家お二人、そして宮城監督にもお話を伺いました。今一度皆様に大きな拍手を